食べ物まるっと研究所です。今回は酢玉ねぎの体への影響についてお話しします。玉ねぎをお酢につけた酢玉ねぎ。お酢も玉ねぎも様々な健康効果があることが知られていますが、合わせるとどうなるのか。酢玉ねぎはあまり知られていない驚くべき健康効果が9つあります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして酢玉ねぎで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは酢玉ねぎの健康効果からいってみましょう。酢玉ねぎの健康効果1つ目は動脈硬化の予防です。酢玉ねぎに含まれているポリフェノールの一種であるケルセチンや辛味成分である硫化アリルはコレステロールが血管にたまることを抑えたり血流を改善する効果があります。ハウス食品と広島大学の共同研究でもケルセチンを含む濃縮玉ねぎエキスを摂取すると血圧などを調整する血管の機能が改善される。玉ねぎエキスの摂取は血管の健康に役立つ可能性があると発表しています。また酢に含まれる酢酸は血管を広げて血圧の上昇を緩やかにする効果が期待できます。血圧が正常範囲内に収まることで血管の負担を防いで動脈硬化が予防できるというわけですね。動脈硬化を予防することで脳卒中や心筋梗塞など命に関わる疾患を予防することにつながります。蜜柑の論文でも食酢は血圧上昇を抑える、食酢は高動脈硬化作用があることが期待されるとしています。酢玉ねぎの健康効果2つ目は糖尿病の予防です。酢玉ねぎに含まれるキルセチンと硫化アリルはインスリンの働きを高めて血糖値の調整に役立つので糖尿病の予防が期待できます。農研機構の研究でも糖尿病のマウスにケルセチンを2週間摂取させると血糖値が低下していたインスリン濃度は上昇、糖尿病の症状が改善されたと結果が出ています。また酢玉ねぎに含まれる酢は食べたものを胃の中に長く留めるので小腸での吸収が遅くなり血糖値の上昇を抑える効果があります。ノートルダム精神女子大学と倉敷中央病院の研究者の論文でも炭水化物単独で摂取するより食酢を組み合わせた方が食後血糖値の上昇が抑制されたという結果が出ています。酢玉ねぎは玉ねぎと酢両方の効果で糖尿病予防が期待できるんですね。酢玉ねぎの健康効果3つ目は悪玉コレステロールの値を下げるです。悪玉コレステロールと呼ばれる LDL コレステロールですが、増えすぎると心筋梗塞や狭心症、脳梗塞など様々な病気を引き起こす原因になります。酢玉ねぎに含まれるケルセチンや酢酸は、この LDL コレステロールの値を下げる効果が期待できます。韓国の高麗大学校の論文でも、ケルセチンは体内の LDL コレステロールを取り除く力を助けて、脂質低下効果を誘発すると結論付けています。また、玉ねぎに含まれる食物繊維には、LDL コレステロールを体外に排出する効果もあるので、合わせて LDL コレステロールを減らすことに役立ちます。酢玉ねぎの健康効果4つ目は血圧上昇を抑えるです。玉ねぎに含まれるケルセチンは血圧を下げる効果が期待できます。アメリカユタ大学の研究でもケルセチンが高血圧の人の血圧を下げることが分かっている。ケルセチンは高血圧の人の血圧を制御するのに役立つと結論を出しています。また、酢の主成分である酢酸は血管を拡張する作用を持つアデノシンという物質に働きかけて血圧の上昇を抑える効果があります。株式会社蜜柑の研究でも酢酸には高血圧のラットの血圧上昇を抑制する作用があることが分かった。高圧効果もある食酢は高血圧リスクを軽減すると結論を出しています。酢玉ねぎの健康効果5つ目はアンチエイジングです。ストレスや紫外線、食生活の乱れなどで体内に余分に発生した活性酸素は細胞や組織にダメージを与えて老化を促進してしまいます。肌の張りが失われたり、認知機能が低下したり、老化により体に様々な影響が出てきます。酢玉ねぎに含まれるケルセチンはそんな体内の活性酸素を除去、働きを抑えてくれます。また、酢玉ねぎに含まれるケルセチンと酢酸は、
老化や様々な病気の原因になる体内の炎症も抑制してくれるので、合わせてアンチエイジング効果が期待できます。農研機構の研究者のマウスを使った研究でも、ケルセチンを長期的に与えると、アルツハイマー病のマウスと正常なマウス、どちらも記憶学習機能の改善効果があったと結果が出ています。スタマネギの健康効果6つ目は整腸作用です。スタマネギには便通改善が期待できる食物繊維や腸内環境を整えるフラクトオリゴ糖が豊富に含まれています。野菜の中でも特にフラクトオリゴ糖が豊富に含まれているのが玉ねぎなんです。フラクトオリゴ糖は腸内で善玉菌の餌になって善玉菌を効率よく増やしてくれます。善玉菌によって腸内環境が整うことで便秘解消に役立つだけでなく、肌を整えたり免疫機能を高めるなど様々な嬉しい効果が期待できますね。また酢に含まれる酢酸は腸を刺激することで便通を改善してくれます。食物繊維とオリゴ糖、酢酸の効果が合わさって腸内環境を整えてくれます。株式会社明治の研究でもフラクトオリゴ糖は胃や小腸で分解・消化されることなく大腸に届いて、乳酸菌やビフィズス菌など善玉菌の餌になり腸内環境を改善すると発表しています。酢玉ねぎの健康効果7つ目は脂肪燃焼です。玉ねぎも酢もどちらも体内の脂肪にいい影響を与えてダイエットに役立ちます。玉ねぎに含まれるケルセチンには脂肪の吸収を抑えて内臓脂肪を減らす働きがあります。サントリーホールディングスの研究でもケルセチンは肥満時に溜まった体脂肪を分解することで体脂肪を低減する効果があると結論を出しています。また酢に含まれる酢酸は脂肪の分解を促して体に蓄積するのを防ぐ効果が期待できます。そしてさらに酢に含まれるアミノ酸は脂肪燃焼をサポートして内臓脂肪を減らしてくれます。ミツカングループの研究でも酢を摂取したグループは摂取していないグループより体重、BMI、内臓脂肪面積、腹囲が優位に低くなったと結果が出ています。酢玉ねぎの健康効果8つ目は疲労回復です。酢玉ねぎに含まれる酢酸は疲労の原因である乳酸をスムーズに分解するサポートをしてくれます。また玉ねぎに含まれるケルセチンは疲労の原因になる体内の活性酸素を除去する効果も期待できます。金沢大学の研究者の論文でも激しい運動の後に酢酸を摂取すると疲労回復が明らかに促進されることが確認されたと結論を出しています。酢玉ねぎの健康効果9つ目は抗アレルギーです。酢玉ねぎに含まれるケルセチンは抗酸化作用や抗炎症作用を持っているので、アレルギーの炎症を抑えることで症状の緩和効果が期待できます。チェコのトーマスバタ大学の論文でも、ケルセチンは抗酸化作用や免疫系刺激、アレルギー反応に関係するヒスタミン放出の阻害など、抗アレルギー特性を持つことで知られているとしています。また、酢玉ねぎの酢は腸内環境を整えて免疫機能を向上させる効果があります。免疫機能が正常に働くことで、アレルギー症状の発生を抑えることができるというわけですね。このように酢玉ねぎには様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな酢玉ねぎを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。酢玉ねぎを食べ過ぎるデメリット1つ目は胃痛です。玉ねぎも酢も消化管への刺激が強い食品です。なので酢玉ねぎを大量に食べたり、胃が空っぽの時に食べると胃が刺激されて胃痛を引き起こすことがあります。空腹時や胃腸が弱っている時には特に注意が必要です。酢玉ねぎを食べ過ぎるデメリット2つ目は歯への影響です。酢玉ねぎの酢は酸性の食品です。歯の表面のエナメル質は酸に弱い性質を持っていて、酸に長時間さらされると溶けてしまって、それが虫歯や知覚過敏の原因になる可能性があります。酢玉ねぎを頻繁に食べ過ぎたり、食べた後にすぐに歯磨きをすると歯を痛めてしまいます。食後は水で口をすすいで、歯磨きは30分くらい時間を置いてからするといいですね。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは酢玉ねぎの適正量はどのくらいなのか。酢玉ねぎの摂取量は特に決められていませんが、一般的には玉ねぎは1日 50g、
4分の1個程度が適量と言われています。北海道情報大学が行った玉ねぎを24週間摂取する実験でも、生玉ねぎ約 50g 相当を安全な摂取量としています。また、お酢の1日の摂取目安量は大さじ1杯 15ml 程度です。蜜柑グループの論文でも、生活習慣病のリスクを減らす目的であれば、1日あたりの摂取量を少なくとも 15ml まで増やす必要があるとしています。胃腸の調子など体調を見ながら調整するといいですね。次に酢玉ねぎのおすすめの食べ方を紹介します。酢玉ねぎはそのまま食べても美味しいですが、一手間かけることでより美味しく食べることができます。酢玉ねぎのおすすめの食べ方一つ目は、サラダのドレッシング代わりにです。酢玉ねぎは酢の酸味が美味しいですよね。なので、グリーンサラダなどに酢玉ねぎをかければ、ドレッシング代わりになります。市販のドレッシングに比べて塩分も低くて余分な油も含まれていないのでヘルシーです。また、トマトやお刺身にかければ即席マリネの出来上がりです。手軽に普段のサラダ油をより健康的なものに変えることができますね。酢玉ねぎのおすすめの食べ方2つ目はタルタルソースです。酢玉ねぎはマヨネーズとの相性が抜群です。マヨネーズとゆで卵に合わせれば簡単にタルタルソースが作れます。魚のフライ、唐揚げ、照り焼きチキンなど魚料理や肉料理にもぴったりです。酢玉ねぎのおすすめの食べ方3つ目は豚の生姜焼きです。酢玉ねぎは豚の生姜焼きとも相性がいいです。玉ねぎにはタンパク質の分解酵素が含まれているので、豚肉を柔らかくしてくれ、ちょっと濃い味の生姜焼きも酢が入ることでさっぱりと食べられます。また、玉ねぎに含まれる硫化アリルは豚肉に含まれるビタミン B1 の吸収率を高めてくれるので、よりビタミン B1 の疲労回復効果がアップする組み合わせです。酢玉ねぎのおすすめの食べ方4つ目は納豆に混ぜるです。酢玉ねぎを納豆と混ぜるだけ。納豆に付属しているタレを使わなくても味が整います。タレを使わないことで塩分や添加物を取らずに済むことも嬉しいポイントです。納豆アレンジでいつもの納豆を飽きずに食べることができますね。今回は酢玉ねぎの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい酢玉ねぎを適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。